現状の認識を伺います。無言電話、間違い電話、着信時の即断、いたずら電話、令和7年 98.7%。海上保安庁呼び出され新艦ポッてしますかし海上保安庁118番です。マッシュ坊や海上保安庁118番。間違い。海上保安庁118番です。さ、伊豆大島の方大丈夫？後でね、女飼ってるから。118番は命に関わる緊急かつ重要な連絡手段です。いたずら電話がその命に関わる対応を妨げることがあります。いたずら電話、刑法第233条、信用毀損及び業務妨害、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役、また50万円以下の罰金に処する。ねえ流星くん、今の信じられる？腹が立つのを通り越してなんだか目頭が熱くなっちゃった。日本の海を命がけで守ってくれてる人たちにこんなことが起きてるなんて。そうだね。僕たちが平和に暮らしている裏側で、彼らはこんな理不尽な現実とも戦いながら、たった一人で海を見つめ続けているんだ。今日は参政党の端かの議員が切り込んだこの現場の真実を一緒に見ていこう。次に海上保安庁についてお伺いいたします。尖閣諸島周辺の警備については、第11管区海上保安本部を中心に、海上保安官の不断の努力によって、極めて厳しい状況の中でも体制が維持されているものと認識しております。大型巡視船では、船員の欠員率が 12% との報道もありますが、巡視船、巡視艇を含めた全体としては、どの程度の水準にあるのかお示しください。海上保安庁、坂巻次長。お答えいたします。海上保安庁における船艇の欠員率でございますけれども、本年1月1日時点において約 8% となっております。この 8% の不足は、超過勤務の増加や休暇の取りづらさといった形で、現場の幸せになっているのではと思います。こうした状況の下で、現状の体制は過度な負担に頼らず、持続可能と認識しているのか、それとも課題があるのか、政府参考人に伺います。一定の超過勤務、これが発生していること、これは認識しております。その上で業務内容を正確に分析し、管区本部、あるいは事務所、船艇の業務内容に応じた職員を配置の上、業務分担、これを適切に割り振り、事案対応に支障がないように、さまざまな措置を講じております。他方で、欠員の解消といった観点では、近年の少子化、あるいは社会の価値観の変化といった社会情勢の影響、また海上保安庁特有の海上という厳しい勤務環境による人材確保策、この難題に直面しております。そういった意味で、我々は危機感を持って取り組むべきものと考えております。考えております。端かの弘樹さん。次に、海難事故や海の事件など、緊急通報用の電話番号118番についてお伺いいたします。近年、118番には多くの通報が寄せられる一方で、海難事故に関係する有効な通報は一部にとどまっていると承知しております。まず直近の通報件数と有効通報の割合についてお示しください。合わせて非有効通報の主な内容について現状の認識を伺います。お答えいたします。令和7年でございますけれども、118番の総家電件数でございますけれども、37万5129件でございます。このうち、有効家電件数、船舶海難、あるいは人身海難等に関係する、連絡でございますけれども、4862件ということで、全体の 1.3% でございます。一方で、非有効家電の内容でございますけれども、無言電話、間違い電話、着信時の即断、いたずら電話等でありまして、令和7年でございますけれども、37万267件、全体の 98.7% ということで、大変多くを占めております。さらなる118番の認知度向上が必要と考えております。端かの弘樹さん。ありがとうございました。緊急性の低い相談や長時間の通話も一定数含まれているということでしょうか。お答えいたします。118番通報においては、例えば船舶の入港手続きに関する問い合わせ、あるいは当庁に関するご意見など、緊急性の低い内容や長時間の通話になる場合もございます。警察の110番では、非有効通報が約 15% 程度、有効通報が約 85% であるのに対し、118番は非有効通報が 99% に迫り、
有効通報が約 1% 台にとどまっております。この差からも課題が見えてまいります。こうした実態を踏まえると、警察のシャープ9110のように、緊急性の低い相談を受ける別窓口の設置も一つの方法ではないかと思っております。警察の専用回線9110のようなものについては、今のところ導入しておりませんけれども、いずれにせよ委員ご指摘のとおり、118番担当職員の負担を軽減する必要は当然あると思っておりますので、今後も対策を講じてまいりたいと思います。政府広報との連携や、関係機関と連携した教育の中での周知など、さらなる取り組みの余地があると考えております。若年層を含む幅広い世代の方々へ周知を図ることが重要であると認識をしておりまして、そのためには SNS 等のあらゆる媒体の活用や、関係機関と連携した活動が必要であると考えております。海上保安庁では、これまで著名人を起用したポスターや動画を活用した周知活動、内閣府と連携した118番に関する政府広報を行っております。地域においては、漁港やフェリーターミナル、海水浴場などで、漁業関係者や海事関係者、マリンレジャー愛好家をはじめ、主に海を利用される方々に対する周知活動を行っているほか、地元警察や消防と合同でのイベントによる周知活動を行うなど、さまざまな活動を通じまして、118番の認知度向上や適切な利用の促進に努めております。さらに、学びの場においても、海上保安庁職員が全国各地の小中学校などを安全啓発活動等のため訪問した際に、118番が海の事故の緊急通報番号であることを呼びかけております。海上保安庁を所管する国土交通大臣として、引き続き、さらなる118番の認知度向上や適切な利用の促進に努めてまいります。あるいはどこにそういうものがあった方がいいのか、もしお気づきのことがあれば、ぜひこちらにも教えていただければと思います。10人の仕事を9人で回す欠員率の話。1人分くらい頑張ればいいじゃんなんて簡単に言えないわ。毎日が命がけなんだもの。これ以上負担が増えたら若い人が未来を描けなくなっちゃうのも無理ないわよね。特に11艦と呼ばれる那覇や石垣の最前線は常に外国の公船と向き合っている。一瞬の油断も許されない日本の守りの要なんだ。最前線っていうのはただの場所の名前じゃないんだよ。そこには石垣島や沖縄の本島で無事を祈って帰りを待っている家族がいるんだ。恥かの議員があえて現場の過酷な現状を大臣にぶつけたのは、彼自身が元警察官として現場で踏ん張る人の孤独や、それを支える送り出す側の家族の覚悟を誰よりも分かっているからなんだろうね。そうだね。だから単なる数字や法律の話じゃなく、深い思いが言葉になってるのよね。恥かのさんの言葉には現場で戦う仲間への愛を感じるわ。現場への幸せが続けば職員が疲弊してまいります。現状は自己都合退職が年間300から400人規模で続いており、その約8割が20代から30代の若者です。志願者の減少や若手の早期離職が続く中で、いわゆる魅力発信として動画や SNS などの広報を強化するだけで人材確保の課題が解決するのか、大いに疑問があります。かつて海猿の映画やドラマでこれをきっかけに志願者が大きく増加したように、仕事の魅力や使命感がしっかり伝わることが重要だと思っております。発信は作るだけではなく、届いて広がることが重要です。例えば、外部のクリエイターと連携した発信や、短縮動画、いわゆるショート動画での継続的な発信など、見てもらうことを前提とした設計に見直していったことも必要ではないかと考えております。通告してないんですが、ちょっと第一にお伺いしたいんですが、体を張って命を懸けて国民の生命、身体、財産を守ってくれている海上保安官、そんな彼らを国民が当たり前のようにいつもありがとうと称えるような、そんな世の中にしていきたいと私は思っております。大臣はこういった海上保安官の方々に対してどのように思われているのか、また可能ならば激励の言葉をいただければと思います。よろしくお願いします。金子国土交通大臣。さまざまな海上保安庁関係の式典に出ることがあります。で、皆さん方は、国民の命を守り、領海を守りですね、本当に、国の、安全安心を守っていただいている、本当に崇高な、任務を担っておられます。それは我々にとっての誇りであるということと同時に、
ご家族の方々に対しても、特にご家族が来られるような式典もございましたので、そのことをご家族の方にもですね、そうやって皆さん方がご家族が、海上保安庁の中でですね、体を張って頑張っていただいている、本当にありがとうございますということで、ご家族の方を含めて皆さん方に感謝の気持ちを持っておりますし、そしていろんな海難事故とかですね、いろんな領海警備とか、その中で報道等々でですね、本当に厳しい環境の中で頑張っておられる海上保安官に向けてですね、国民の皆さん方がそういう思いを持っていただけるようにですね、しっかりと頑張っていただきたいというふうに思っておりますし、もう一言で言えば我々の誇りであると思っております。以上です。恥家の弘樹さん。大臣、ありがとうございました。その大臣の一言で、現場で頑張っている海上保安官の苦労が報われると思います。本当にありがとうございます。最後になりますが、私は23年間、警視庁の術科指導者として、柔道、逮捕術、拳銃の指導に携わり、これまで1万人の警察官を指導してまいりました。こうした経験から、第一線で命を懸けて、任務に当たる仕事の過酷さを実感してまいりました。警察をはじめ、消防、自衛隊、海上保安庁など、同じように第一線で任務に当たる方々の処遇や勤務環境の在り方について、現場を支える視点が重要であると考えております。今後も本委員会において、さまざま取り上げてまいりたいと思いますので、どうか今後もどうかよろしくお願いいたします。これで質問を終わります。ありがとうございました。大臣が彼らは我々の誇りだって言い切った時、恥家野さんの思いがまっすぐに届いたんだなって感じて胸が熱くなったわ。立場を超えて現場への愛でつながった瞬間、これが国会とは思えなかったよ。でもね、今回の恥家野議員の質疑には、今日お伝えした海保の話だけじゃなくて、外国人による町の集中や公営住宅の問題など、僕たちの生活に直結する重要な指摘が他にもたくさんあったんだ。その全貌はぜひ参政党公式チャンネルのフル動画で確認してみてほしい。現場の声を国会に届ける、その本気度が伝わってくるはずだよ。明日から海保や警察の人を見かけたら、心の中でいつもありがとうって伝えたい。その小さな敬意が彼らにとって明日も踏ん張るための力になると信じて。そうだね。その一言が最前線を支えるんだ。それではまた次回の月の埴輪でお会いしましょう。では皆さん、ごきげんよう。